皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、芥川龍之介、悪魔。バテレン、ウルガンの目には、他の人の見えないものまでも見えたそうである。ことに、人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などは、ありありと形が見えたという。ウルガンの青い瞳を見た者は、誰でもそういうことを信じていたらしい。少なくとも、南蛮寺のデウス如来を礼拝する法教人の間には、それが疑う余地のない事実だったということである。古写本の伝うるところによれば、ウルガンは織田信長の前で、自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語った。それは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた奇怪な小さい動物である。ウルガンはこの悪魔が、あるいは塔のクリンの上に手を打って踊り、あるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見た。いや、そればかりではない。ある時は山の法師の背にしがみつき、ある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たという。しかし、それらの悪魔の中で、最も我々に興味のあるものは、何がしの姫君の腰の上にあぐらをかいていたというそれであろう。古写本の作者はこの悪魔の話なるものをウルガンの風雨だと解している。信長がある時、その姫君に化粧して、立って自分の意に従わせようとした。が、姫君も姫君の二親も、信長の望みに応ずることを喜ばない。そこで、ウルガンは、姫君のために、弦を悪魔に借りて、信長の棒を諌めたのであろうというのである。この解釈の逃避は、もとより、今日に至っては、いずれとも決することが容易でない。と同時に、また我々にとっては、むしろいずれにせよ差し支えのない問題である。ウルガンはある日の夕べ、南蛮寺の門前でその姫君の腰の上に一匹の悪魔が座っているのを見た。が、この悪魔は他のそれとは違って、玉のように美しい顔を持っている。しかも、こまねいた両手といい、うなだれた頭といい、あたかも何事かに深く思い悩んでいるらしい。ウルガンは姫君の身を気遣った。二親と共に熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということは、ただごとではないと思ったのである。そこで、このバテレンは、腰のそばへ近づくと、たちまち、尊いクルスの力によって、難なく悪魔を捕らえてしまった。そうしてそれを、南蛮寺の内陣へ、襟髪をつかみながら連れてきた。内陣には、御主、ヤソキリストの画像の前に、ろうそくの火がくすぶりながら灯っている。ウルガンはその前に悪魔を引き据えて、なぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか、厳しく司祭を問いただした。私はあの姫君を堕落させようと思いました。が、それと同時に
堕落させたくないとも思いました。あの清らかな魂を見た者は、どうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう。私はその魂を嫌が上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。が、そうと思えば思うほど、いよいよ堕落させたいという心持ちもしてきます。その二つの心持ちの間に迷いながら、私はあの腰の上でしみじみ私たちの運命を考えておりました。もしそうでなかったとしたら、あなたの影を見るより先に、おそらく血の底へでも姿を消して、こういう浮き目に遭うことは逃れていたことでしょう。私たちはいつでもそうなのです。堕落させたくないものほど、ますます堕落させたいのです。これほど不思議な悲しさが、またと他にありましょうか。私はこの悲しさを味わうたびに、昔見た天国の朗らかな光と、今見ている地獄の暗闇とが、私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうか、そういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔は、こう言って涙を流した。古写本の伝説は、この悪魔の成り行きをつまびらかにしていない。が、それは我々に何の関わりがあろう。我々はこれを読んだときに、ただこう叫びたいような心持ちを感じさえすればいいのである。ウルガンよ、悪魔と共に我々を憐れんでくれ。我々にもまた、それと同じような悲しさがある。